アメリカ政府が公開した機密解除 UFO ファイルを紹介する。本ファイルでは日本周辺で米軍が記録した未解決 UAP の記録3件を取り上げる。東シナ海、日本近海、インド太平洋軍管轄区域で米軍プラットフォームが捉えた赤外線映像3件。本動画ではこれらの記録を公式の記述に忠実に紹介する。ケース1。2024年、東シナ海。本ファイル最初の事例から AARO の役割を説明する。AARO は2022年アメリカ国防権限法に基づき国防総省が設立した UAP 統合調査機関である。それまで分散していた UAP 報告を一元的に受領、分析し、機密解除した記録をアメリカ国防総省の公式サイトを通じて段階的に公開する。本事例はインド太平洋軍司令部が AARO に提出した報告書。米軍プラットフォーム搭載の赤外線センサーによる9秒間の映像である。報告者は本観測について、口頭書面いずれの説明も提出していない。AARO の公式記述は次の通り。映像に映るのはコントラスト領域。すなわち背景との明暗差で識別される物体である。赤外線センサーは対象の発する熱や周囲との温度差を捉えるため、物体の輪郭が明暗のコントラストとして可視化される。映像中の形状はフットボール型の本体と3つの放射状の突起を有する。突起のうち1つは垂直に向き、残る2つは主要質量の長軸に対して45度の角度で下降に向いている。これは AARO が公開した未解決 UAP 映像の中でも特に具体的な形状が記述された事例である。映像の長さは短いため、本動画では原寸再生と 2.5 倍、拡大、スロー再生の2段で紹介する。ケース2、2023年、日本近海。本事例の提出元は、インド太平洋軍司令部。インド・パシフィックコマンドは、米軍の地域別統合軍の一つで、太平洋、インド洋全域を管轄する。日本周辺はその常時警戒空域に含まれ、米軍の戦闘機、哨戒機が頻繁に活動している。本記録は1分59秒の赤外線映像。AARO の公式記述は次の通り。センサーは3つの異なるコントラスト領域を追跡し、その位置をおおむねフレームの中央に保つ。各コントラスト領域は相互に固定位置と方向を保持しているように見える。注目すべきは相対位置の維持という記述である。複数の物体が互いの距離と角度を一定に保ち続けるとき、それは編隊飛行と呼ばれる。一般的な航空機の編隊では相対位置を維持するために相互通信、目視やセンサーによる連動、そして高度な操縦技術が必要とされる。それを3つの物体がフレーム内で1分近くにわたって示している点が本記録の特徴である。本動画では原本から編隊が明瞭に確認できる代表的なシーンを抜粋して紹介する。報告者による口頭書面の説明は提出されていない。ケース3。2024年、インド太平洋軍管轄区域。1分39秒の赤外線映像。AARO の公式記述は次の通り。センサーはコントラスト領域を追跡し、その位置をおおむねフレームの中央に保つ。ケース1、ケース2と異なり、本記録は単独の物体に関するものであり、形状についての具体的な記述はない。ここで AARO の未解決分類について説明する。AARO は UAP 報告を受領すると、まず5人、基地の航空機、気象現象、自然現象、人工衛星、工学的誤差などの可能性を順に検証する。すべての通常説明を排除してもなお、同定できない事例のみが、未解決として分類される。すなわち本記録は、米軍内部の調査を経てもなお、基地のカテゴリーに当てはめられなかった対象である。報告者による口頭、書面の説明はなく、1分39秒にわたるセンサー追跡映像のみが、一次資料として残されている。本資料で紹介した3件の記録を改めて振り返る。ケース1はフットボール型本体と3つの放射状の突起という AARO 公開映像中でも特に具体的な形状記述。ケース2は3つの物体による編隊観測。
ケースさんは1分39秒にわたる単独物体の継続追跡。これらは独立した観測でありながら、いずれも日本周辺で米軍プラットフォームによって記録された。本チャンネルはアメリカ国防総省の公式サイトで公開された機密解除 UFO ファイルを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。